空耳。トラビスジャパンの空耳、この第4回からは、2人体制となります。今回担当するのはこの声、松倉海人です。そしてこの声でわかるかね、吉田静也です。静也そんな声してたっけ？俺ずっとこの声だよ。その声だっけ？知らなかったの？知らなかったよ。マチュー、アルバムプロデュースしてるのにこんなこともわかんないんじゃ無理か。そんな声でした？こんな声です。戻ったよかった。ちょっとなんかおかしい。ちょっとね乗っ取られたかなんかクリスマスイブだからかな。そうかもしれない。なんだろうね。危ねえ。よろしくお願いします。お願いします。トラビスジャパンの空耳。ということで12月8日に放送された日本放送のオールナイトニッポンプレミアムも、僕ら2人が担当しました。はい、やりましたね。はい、聞いてない方に説明しておきますとトークリーダーを決めるという企画をやりましたね。やった。いわゆるトークバトルみたいな。やったわ。急に5個ぐらいなんかトークやってくれって言われて、5個トークを披露したんでね。5個の一つのテーマがあってお互いが競い合うと。しかも裏話であれ朝10時とかからだったから結構頭回んなかったよね。でもその結果が、静也がトークリーダーに真のトークリーダーになったということで。それは当たり前でしょう。だって俺おしゃべりモンスターだもん。いやもうそれはもうそうです。でもやっぱりオールナイトニッポンさんで僕、初代トークリーダー俺2代目でもうそれを2021年のその放送から、真のトークリーダーになりましたっつって、で4年越しにやったら、すぐ剥奪されて本当におもろいね。真のトークリーダーでマチのなんかそういうところがおもろいね。なんか本当にかわいそう。やっと来たって思ってオールナイトニッポンさんでの、なんかマチはかわいそう話みたいなの方が合うね。かわいそうだもん。確かになんか最終的にちょっとねかわいそうな感じ、なんか全部かわいそうだったもん。なんかそうなんかトーク内容もかわいそうな話が多かった。なんか友達いないとか、じゃあ狭く深くです。狭く深くはいないんじゃないかな。ごめんね間違えた。はい、アルバム卒業アルバムも自分で絵描いたり空白埋めてとかありましたけど、ちなみに配信日今日はクリスマスイブなんですよ。うわイブか。なんかイメージとかありますとか、クリスマスイブでのなんか思い出とか。思い出？思い出はでも毎年俺家族で同じ映画を見てたな。ホームアローンを家で見るのが毎年の恒例だったかも。確かにあれだってクリスマスムービーみたいな感じですもんね。毎年やってたじゃん。わかんないけど、そう毎年見て。めっちゃほっこりするエピソードじゃん。そういいね。そうなのよ。で僕で言うと、もう最近はちょっと少なくなってきたけどさ、舞台をさ、年末から年始にかけてさ、帝国劇場でやってたじゃないですか。ジュニアの頃か、でその時にさ有楽町の駅まで行く道中にめちゃくちゃ綺麗なイルミネーションがさあるじゃん。ある。そうとかもね、イルミネーション飾ってあって。そうだからそれを眺めて、もうそろそろクリスマスイブかクリスマスかみたいなのをなんか思ってたかな。確かにあそこ歩くの結構なんか感慨深いね今思うと。だから冬の思い出がなんか有楽町に詰まってるみたいなのがありますけど有楽町に詰まってんだね。はい、ということでトラビスジャパンのトークリーダー的存在の2人が、お送りしていきたいと思います。自分たちで言うのはず。ちょっと自分たち言うのはずいね、よろしくお願いします。お願いします。今日のメンバーは松倉海人、吉澤静也、トラビスジャパンのトラミトラビスジャパンのポッドキャストトラ耳、今回は松倉海人と吉田静也です。やべやっぱ自己紹介なんでこの声が戻ってきちゃう。そうなんだ。吉田静也です。進行は、僕松倉海人です。準備段階でメンバーからいろんなことをやりたいと企画が出ましたが、メインでお送りするのはこちらです。鉄板トーク。このポッドキャストを通じてトラビスジャパンのメンバーはトーク力を、鍛えていきたいと思います。ちょっと噛んでた。いや何ですか。なんか変でしたよね今ね。何がですか。なんかトーク力みたいな。いやそれはちゃんと言いましたよ。大丈夫です。でもこの企画はですねスパルタに鍛え抜いていきます。トーク力をね。トーク力をはいで誰がどこに行ってもトークができるトラビスジャパンってすごいねって言ってもらえるようにバンバンいろんなバラエティ番組とかにも出て、最終的にはドームでトークライブ。いやドームでやんねよトークライブ。歌はおまけ、それが目標です。なるほどね。はい。
そういうイベントみたいなことね。そうだから鍛えていこうってことですよ。だからもう本当にスパルタですよ。トークだけでお客さんどれだけ盛り上げられるかっていうことだよね。そう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 。いわばもう修行ですから。毎回毎回進行役が聞き役となり、もう一人がフリートークをする。だから今回で言うと静谷がトークする。わかりました。で僕が聞きます。でそれをすぐに反省会して終わったらね、2人でこうした方がいいんじゃないかとか、ちょっとトークをね2人で揉み合ってブラッシュアップしていこうという。一番恥ずかしいじゃん。だから例えばここちょっと長いんじゃないかとか、そのさ次週とかだったらまだ分かんない。俺いない時にブラッシュアップしてもらってもらうとかだったら分かんないけど、その場で喋った本人もいやここ良くなかったよねとかやってやるんでしょ。結構恥ずかしいよね。直で反省会を聞いて、それをブラッシュアップしたものをまた繰り返しやっていくっていう。でも褒められるパターンもあるってことですもんね。もちろんもちろん。良かったねっていう。そう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 。だからここ長くないとか、ちょっとあそこねカットした方がいいんじゃないかとか、構成をね頭にこうオチを持ってきた方がいいんじゃないかとか、なんかいろいろとねブラッシュアップして、トークをもう一度披露するという、形になっております。芸人さんがよくトークをかける、ネタをかけると表現する、何回こすってもトークを、仕上げていく、そんなイメージですね。わかりました。まあ最初からうまくいかなくていいんですよ。もう本当に修行の場、練習グラウンドなんで、ここはグラウンドですよ。ここはハードル下げてくれてるのありがとう。いやもちろんですよ。むしろね泥だらけになってトークライブで花開けば OK なんで、そうね。まず家庭ですねここは。ということで静谷トークちゃんと持ってきましたか、その鉄板トーク。いや持ってきたってさっき言われたからさ何ですか。持ってくるも何もさ、なんか前日に言われてたら持ってくるよ。まあ確かに準備してね、当日のこのやる前の打ち合わせで言われてるから、今持ってきました。じゃあそれでは行きますか。でも組み立ててないなトーク。頑張ろう。まあここからねラフにやってブラッシュアップしていきましょうよ。わかりました。はい、ということで吉沢静谷の鉄板トークです。はい、ですね、僕中学生の頃事務所に入ってるんですよ、この事務所に。で中3ぐらいの時に入ってて、で中2中1はまだ入ってなかったんですけど、その頃からなんかこうちょっとかっこいいですねとか後輩の子に言われたりとか、女の子に。で結構こう、モテ始めてたって言ったらあれですけど、なんか言われることがあったんですね。である日かっこいいですねかっこいいですねとか結構こう先輩からも告白されたりとか結構あったんですけど、ある日突然なんか雰囲気が違うなと、いつもと。こう渡り廊下とか歩いてると後輩の子たちと会ったりするんですけど、その時にいつもだったらあれみたいな、吉沢さんじゃないみたいな感じで言われてたのに、あれなんか雰囲気違うぞと、あれなんか雲行きが怪しくなってきたなと思って、何話してんのかなって聞いたんですよ。そしたらなんかボソボソって聞こえたのが、なんか吉沢さんチャラいらしいよみたいな。僕何も本当にしてなくて、人見知りだし誰とも話せないからチャラいとか一切ないんですよ。今でもそうじゃないですか。スタッフさんと初めて会う時はあんま喋んなかったりとかするぐらいだから喋れないのにチャラい男って言われるようになって、でだんだんこう避けられるようになっていき、なんか一匹狼みたいになってって、だんだんでなんか同級生からもなんかそういう風になってって、あれみたいな、おかしいぞってなって、結局中学3年間のあだ名がチャラ男でした。なんかうまいんじゃないだろ。だってトークリーダーだもん真のね、真のトークリーダー。いやーうまいって思ったわ。なんかいろいろ探してたんだけど、うまいんだよ。そうなんかあんま火が見つからないっていうかすげえ褒めてくれる初代リーダー。いやそうなんだよ。どうでしたスタッフさん。敬語じゃない方がいいかも。なんとかでしたけど確かにね。なるほど。だから、なんかもうちょいこうラフに、敬語使わないで、敬語使わない方がいいのか。確かにメンバーと話してるもんね今ね。そうですね。これがもし他の番組とかでお偉いさんがいるときは敬語の方がいいけどね。TPO 的な TPO だね。お偉いさんがいるときね。なるほどね。敬語使ってたか俺結構。敬語抜きでちょっとラフに話してみるみたいな、これめっちゃむずいな。あるけど多分構成で言うとすごい引き込まれるし、なんかあんまりこう詰まりもなかったし、つらつらこう喋ってるから俺これ何言われてんの俺も何言ってんだろうって思ってんだよね何これ、でもおもろいね。でもうまかったよマジ。だから次一旦、その敬語じゃないバージョンで一回ブラッシュアップしてやってみるっていうのもありかもしれないね。わかりました、敬語気をつけます。敬語気をつけるわ。今敬語だったよ。敬語だったね。アウトやべえ。じゃラフにね。
あ、そうね。だからもう少しさ、まあモテエピソードみたいなのをさ、モテてたっていうのはまあ言ってたけど、そういうエピソードもなんか一個かなんか付け足して見るとより膨らむのかもしれない。あ、なるほど。引き込まれる。トークをちょっと膨らませてオチをちゃんとつけると。ああ、わかりました。もういけますね。もういける。はい。もう余裕です。本当ですか。はい。もう組み立てできました。すごいな。はい。だってトークリーダーですもん。いや、もう心強いわ。トラビスジャパンポッドキャスト。トラビスジャパンの空耳。自然1個、はい、ダメ出しあったわ。ダメ出し。何ですか。始まる前に、はい、鉄板トークっていうのを入れ忘れてた。あ、俺それ言わなきゃいけない。そう、もうなんか言ってくれるって振ってくれるとかじゃなくて、自分で鉄板トークって言ってから始まらなきゃいけないんだ。そう、自分で言わなきゃいけない。なるほど。それちょっと勉強不足でした俺。いや、もう番組のなんかルールかタイトルとかさ、なんかそのバーンってこう言うみたいな。でもこれ鉄板トークっていうのちょっと恥ずかしいよね。自分で言うのね。でスッと鉄板トーク入るっていうのね。わかりました。ちょっとじゃあそれも踏まえた上でやってみましょう。はい、お願いします。鉄板トーク。はい。まあ俺実際こう事務所に入ったのが中3ぐらいだったんですよ確か。で中3ぐらいで入ったんだけど、まあ何ですか、結構まあその前から結構モテてたんだよ。結構モテてて、まあ渡り廊下とか歩いてると女の子に可愛いかっこいいって言われたりとか、なんかいろいろそういうモテてたんだけど、あれですね、ある日モテエピソードで言うと、先輩から卒業式の時に告白されて電話番号渡されたりとか、あとは家にピンポン来てチョコレート渡されたりとか、なんか結構あったんですよ。まあでもその2つぐらいですかね。結構と言いましたけどありました。あったんだけどなんかそのある日なんか結構その後輩からかっこいいって言われてた時期が終わったのかなぐらい、なんかあんまり言われなくなって、あれなんかおかしいなと思って、雲行き怪しいなと思って歩いてたら学校をなんか後輩の子たちがこそこそ話してんなみたいな、あれと思ってちょっと盗み聞きしてたら、なんか吉沢さんチャラいらしいよみたいな話になって、僕まあ何もしてないし人見知りだから話しかけることもできない、そういうかっこいいって言われてもなんか返すこともできないぐらいほんと人見知りであれなんだけど本当にあれですね、困ったことに3年間のあだ名それからチャラ男でした。いや自分のペースやらしてよ。いやそうなんだね。だから敬語だわ。やっぱシズヤの中で話の運び方がうまくいけるのって敬語なんだろうね。無理だわ。でもモテエピソード出してたのは良かったよ。なんか引き込まれるっていうか、まあそうだね、エピソードがあった方ね。いや俺敬語じゃんって無理だわ、トークするときは。あ、なるほどね。なんかその動揺みたいなのは見えたけど動揺しかしてない。もうトークリーダー剥奪されるまたこのままだと。早いって。敬語縛りとかでやられたら終わり。やべえ。いやなんかね、確かにそのペースを乱されたなっていうのもあるけど、まあでもシンプルに聞きやすさはあったよ。でも一人称がたまに変わるんだよね。僕とか俺とか言って多分その敬語のそう分かんなくなってやんなきゃっていう先入観があるから。僕は敬語ですか。まあいいんじゃない。そんな関係ないかそこは。でもなんかなんか頭の中でさすごい整理しながらやるからさ、これ難しいぞ。でもこれ多分毎回こうやってくってなるとレベル上がってくぞ。レベル上がってくし、だからドームのトークライブも夢じゃないですね。まずトークのライブを目指せよ。俺らやってないんだからまだ。ドームでね。ドームで単独ライブ。単独ライブしろよまず。なんでトークライブ先に目指してんだよお前。確かにね。めっちゃおもろいじゃん。まあでもそんくらいの勢いでさ、そうだな。こう重ねてったらね、いいかもしれない。はい、やってみましょう。はい。ということで次回はシズヤが進行で、僕が鉄板トークをやりたいと思います。はい。今ので結構自信ついたの？俺の見てさ。いやだから怖いんだよ。だから
構成がこう入るとさ、ね、修正っていうの、が入るとさペース乱されんだなってで結構その、マイスタイルみたいなのってそれぞれあんだなっていうのを改めて感じたから、ちょっとドキドキはしてますけど、はい、ちょっと楽しみたいなとは思いますね。楽しんでトークするのが一番です。俺も今敬語じゃん。そうだよ。マチュテーマ話す時、テーマとかいろいろトークする時大体敬語だからね。そうだよね。だから俺も見ててめちゃくちゃわかるっていうのを静也思ってた。だから気をつけて。そうちょっと次回も楽しみにやっていきたいと思います。トラビスジャパンのトラミミ。はいということで、このミミニが、サービス開始した時に、たくさんとねお便りが、来たので、たくさんとね、来たので、ちょっとそれも読んでいきたいと思います。読ませていただきます。これねちょっとまだラジオネームがないんですけど、読ませていただきますね。トラジャのポッドキャスト、嬉しいです。ありがとうございます。シンプル、すごく嬉しい。俺たちも嬉しい。だからもうね、お便り機能でさ送れるからさ、そういうシンプルなのも来るわけ。シンプルで、いやでもそれも嬉しいよね。嬉しい分かりやすい。そしてもう一個、オンエアソングリストからサブスクに飛べるのですね。トラビスジャパンをファーストペンギンにした理由はこれかなと思いました。使い方が分かりやすくていいです。そうね、僕ら全世界配信デビューさせていただいて、デジタルでね音楽も出しているので、ありがたいことに僕ら飛べんだもんね、すぐね。そうそれすごい機能だよね。すごいよね。しかも耳の中でも俺たちがやってる時は聞けるんだもんね。そう嬉しいね。僕らがね会話しながら音楽も聴けると最高だね。もう素敵ですよね。素敵な企画、ありがとうございます。そしてもう一個、トラビスジャパンオリジナル番組おめでとうございます。嬉しいです。デビューもそうだし、いろんなことをトラジャが発信、最高です。ずっと応援してます。歌もダンスもうまい、大好き、私も仕事頑張る。嬉しい。すごい、なんか僕ら皆さんの応援が活力になってますから。そうですよ、いつも本当支えられてますから。歌もダンスもって書いてくれてるじゃん、ここにトークもっていうのを確かに入れてもらえるように、俺らは入れることを、入れてもらえることを目指す。そう耳にを通してね、耳にを通して、っていうことですよ。うまいですね。だって次のトラミ期待できるな。元トークリーダーだったんで俺もうやだよこの2人でやんの。なんかトークリーダーと2代目ちょっと肩書きが嬉しいんだけどちょっと重いよね。重いね。わかるよ。おもろ。ということでですね、番組ではメッセージも受け付けております。ミミニのお便り機能で送ってもらえたら嬉しいです。お願いします。このポッドキャストは Spotify や Apple Music など各プラットフォームでもお聞きいただけますが、音楽まで全て聴けるのはミミニだけです。ぜひよろしくお願いします。お願いします。そしてツアーが始まりますね。始まるね。トラビスジャパンコンサートツアー2026ストラベラーズ、2026年、1月4日から7日横浜アリーナ、その後5月24日のララアリーナ東京ベイまで約半年間。ちょっとねリハーサルも始まってまして、いろいろとね年始から楽しめる、ファンの皆さんと一緒にこう楽しめるような、そうだね、ライブ作りをしてるので、ぜひ楽しみに、待っていってもらえたら嬉しいなと思います。もう来れない方も多分いると思うけど、チケットもうやっちゃってるから、来れない方はトラミミたくさん聞いていただいて、お願いします。お願いします。ということでもうあっという間お別れです。お別れです。またね次回もあるんで、またトークリーダーに会えるのを楽しみにしてます。初代元ね、元初代ちょっとよくということで、本日もありがとうございました。お相手は松倉海人と吉田茂也でした。またね。